こんにちは、ちぼです。今日はエジプト、トルコ、アブダビで購入した購入品紹介を行います。2023年から2024年の年末年始にかけてエジプト、トルコ、アブダビに旅行に行ってまいりました。これから旅される方だったり、どんなものが売ってるのかな、どんなお土産があるのかな、いくらぐらいで買えるのかなっていう方の参考になればいいなと思います。では早速スタート。まずはエジプトでの購入品から紹介します。じゃーん、ヌビア柄ワンピースです。どちらも一目惚れして購入したものになります。アブ・シンベル神殿に行った時にスークで購入したワンピースですね。だいたい一番最初にいくらって聞くと20ドルっていういいねで始まることが多かったですね。でここのお店入った時にいくらって聞いたら350エジプシャンポンドって言われて、もうちょっと安くできないって聞いて250ポンドにしてもらったので1000円ちょっとだったのかな。めちゃくちゃお気に入りです。これはルクソール来て観光してた時も外国人観光客の方から「あなたのワンピースすごいわね、どこで買ったの?」って言われたんで「アスワンのスークだよ」って。で続いてがファンハリービのお洋服屋さんですね。はじめ500ポンドって言われたんですよね。お店にもよるんですけど、高いなって言った時に「じゃあ安くするよ」みたいな来る人もいるんですけど、ここがね来なかったんですよ。スーって終わっちゃったんですよ。でもやっぱり値下げ交渉したいなと思って、ちょっともう一回着させてとか言って着させてもらって、安くならない？今着てるワンピースはさ250ポンドで買ったのよみたいな。結局なんかドルで払ったら10ドルでいいよって言われたんですよ。1500円とかお値下げしてもらって。こういうワンピースとかお洋服売ってるお店ってワンピース全部袋詰めされてて、それが棚に全部こう積み重なれてる状態なんですね。なんで折りたたまれたここの部分しか見えないから全然わからないんで、私もどんどんいやもうちょっと鮮やかな色がいいんだとかどんどん聞いてどんどん出してもらったんで、皆さんも遠慮せずに自分の好みのが見つかるまでいろいろ見せてもらってください。あとね、全部が全部じゃないのかもしれないんですけど、試着室とかはないんですよ。自分の今着てる服の上からバーって着て顔が見える鏡ぐらいしかなかったんで、ちょっと写真撮ってって言って全身写るように撮ってもらって、あ、これ可愛いじゃんみたいな感じで判断してました。あとはウズベキスタンの時にはね、現地の言葉を覚えて値段交渉したいと思って覚えていったんですけど、エジプトでアラビア語単語の羅列ぐらいなんですけど言ってたのはガーリは高いって意味です。ラヒースが安いです。ラヒースが安いで、ミンファドリカっていうのはお願いっていう意味ですね。でハビービーっていうのはアラブ圏ではよく使うらしいんですけど、愛しい人、それを私はコンボで連呼してました。値段聞いて「あ、ガーリー高い」って言って、でラヒースミンファドリカって安くしてお願いみたいなニュアンスで、でももう一押しだなって言った時ハビービーって言って、そうするとでもやっぱり皆さんね「なんだ君アラビア語喋れるのかい?」みたいな、仕方がないなって安くしてくれてました。現地の方の現地の言葉をちょっと覚えてコミュニケーション取りながら値段交渉もしてっていうのが結構ちょっと楽しかったですね。以上ワンピース2着でした。続いてがですね、ピアスですね。ルクソール神殿の前のスークで購入しました。今つけてる猫ちゃん可愛くないですか？猫ちゃんのピアス、これ4つ購入しました。モチーフを説明しますね。1個がこの猫ちゃんとネフェルタリかなと、これ死者蘇生じゃないんだけどごめんなさい、これなんか聞いたんですよね、旅先の人から。デュエル遊戯王どっちだ、ごめんなさい。なんかこれ死者蘇生っていうらしくて、カードの写真も見せてもらいましたけど、あとツタンカーメンですね。でこれはいろんなモチーフあります。シルバーもあります。私はゴールドが好きなのでこういうゴールドの方に選んだんですけど、シルバーもあります。初めは900ポンドって言われて値下げしてもらって400ポンドで購入しました。だから1個100ポンド500円ぐらいなのかな。以上ルクソール神殿前のスークで買ったピアスでした。続いてはカイロのハンハリーリの露店で買ったネックレストップです。これはね10ドルで購入したんで名前を彫ってもらえるんですよ。ちなみにこれネックレストップだけなんでチェーンは別です。アラビア文字かアルファベットでやってくれるってことで、私は名前書いてアラビア文字で書いてほしいんだって言ったら最初CH まで普通にアルファベットで書いてからちょっと待ってってアルファベットで書いたこれをアラビア文字に変えて書いてほしいんだよねみたいな言ったら「おう」みたいになって「おうソーリー」みたいになって
どうなんだ、新しいプレートに変えてくれるのかなと思ったら、そのままもうギューって書き始めたんで、ええかと思って、こういうのもその旅のエピソードとして面白いからいいかなって思って、そしたら最後にね、お詫びでハートを書いてくれましたよ。 CH 厨房チャンネルの CH っていうことでいいんじゃないかなとか思ったんですけど、絶対に間違えてほしくないなっていう方はしっかり念を押して確認してから彫ってもらうといいんじゃないかなと思います。以上が、ハンハリリで購入したネックレストップでした。続いては壁飾りです。これはハンドメイド品なんです。これは初めね、値段聞いたら$6って言われて、6だよって出されたんで、お兄さんの手をこうやってピッて$5にしてって言ったら、まんざらでもない声でいいよって言われたので、快く値下げしてくれました。なんて書いてあるのかっていうのを聞き忘れてしまったんですよ。でね、インスタを交換してたのでメッセージで聞きました。これなんて書いてあるのって。アラーフ・アクバルで、意味としては、アッラーは最も偉大なり、イスラム教の寛容表現らしいです。その方がね、メッセージで教えてくれたのは、歓迎の言葉っていうのを書くのも僕たちは好きで、自分たちの国に訪問してくれた訪問客っていうのを祝う言葉、そういう言葉もイスラム教にはあるんだよって教えてくれました。宗教っていうのがすごく人々のものの考え方とか、そういったものに根付いているんだなっていうのを、やっぱこうやって旅をしてみて実際に思いましたね。以上、ハンハリリで買った壁飾りです。最後はですね、余ったお金で買ったお菓子とかチーズ類ですね。エジプトの人たちってお菓子主食みたいなぐらい、今噛みそうだった。お菓子が主食なのっていうぐらい、そういうお菓子とかジュースが売ってるちっちゃいスタンド、駅のホームにあるキオスクぐらいのサイズのお店がバンバンいっぱいあるんですよ。スーパーよりもそっちの方がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。そういうところでね、買ったお菓子類ですね。安いですよ、一個一個。パケ買いしたんです、これは。デザインが可愛いなと思って。これね、10ポンドです。で、これちっちゃい、持ち帰るのにもいいなと思ったこの紅茶。デザインがタバコの丸ボロみたいなんですけどわかります？これ絶対にパクってますよね、この感じ。これも10ポンドですよ、紅茶。で、もうちょっと一回り大きいのなんと20ポンドとかでしたね。このナッツも10ポンドで、フェタチーズ、これね、20ポンドだったの。安くない？ 100 円ぐらいか。1個100円とかで、これで全部で80ポンド。ばらまき用のお菓子、お茶とかは、エジプトだと結構安く買えるのではないかと思います。以上がエジプトのコンビニみたいなお店で買ったお菓子類、お茶類です。続いてはトルコで買った購入品の紹介になります。じゃーん！念願のお皿です。私の Vlog をね、ご覧の方はわかると思うんですけど、私ね、海外旅行でお皿の縁めちゃくちゃないんですよ。ウズベキスタンではお皿買う予定の日に体調を崩し上下マーライオンになりお皿買えず、マレーシアに行ってプラナカン食器を買おうと思ったら結局プラナカン食器売ってるお店見つけられず、全然買えてないんですね。やっとトルコでお皿買えました。これはエジプシャンバザールで買いました。2枚で$12でしたね。はい。その日はもう1日回った中で一番お気に入りだったところで購入したっていう感じですね。で、やっぱりいろんなお店見てて絶対忘れるじゃん、1回見ただけで。なので買い物のコツとしてはですね、やっぱ写真を撮らせてもらうのがいいと思います。で、私はここのお店のいいなと思ったら写真を撮らせてもらって、でまたいいなって思うお店あったら写真撮らせてもらって、で見返して、でもやっぱ今のとここが暫定1位だなみたいな感じでお店選んでました。で、お店の方もいいよって言って撮らせてくれてたので、ぜひ皆さんもね、こういうの買いたいなっていう方は写真撮らせてもらうのがいいんじゃないかなって思います。大体が安くて200トルコリラから500トルコリラぐらいでしたね。ちなみにこの形のやつ、こういう風合いのやつはね、食洗機とか電子レンジとかダメなんですけど、食洗機、電子レンジ OK のお皿っていうのもありました。皆さんの生活スタイルとかに選んでもらえばいいんじゃないかなって思います。私はどうしてもこのお花型の縁のお皿が欲しかったので、こっちのお皿を選びました。以上、エジプシャンバザールで購入したお皿でした。続いてはジュマルクズクで購入した靴下です。こちらジュマルクズクというのはイスタンブールからちょっと離れてフェリーでもバスでも行けるような感じのブルサっていう街になります。でそこからまたバスに乗り換えてジュマルクズクっていうところ、ちょっとねほんと古めかしいおとぎ話に出てくるような街で、私はすごい好きでした。街のおばあちゃんたちが手作りで縫ったっていう靴下になります。これは100トルコリラで購入しました。大人用の靴下はだいたい100トルコリラで
で子供用は50から60トルコリラですね。ジュマルクズクはお土産はだいぶ安いです。マグネットとかも10から20トルコリラで買えるし、全体的にイスタンブールで買うお土産よりもだいぶ安く買えます。みんながトルコで買ってくるお土産とはちょっと違うものが買えるんじゃないかと思うのでおすすめです。ちょっとこういうので写真とか載せておこうかな。結構可愛いんですよ、デザインも。以上、ジュマルクズクで購入した靴下です。続いてはコートです。なんでコート買ってんねんって話なんですけど、クズグンチュクというのはイスタンブールからすると海渡ってアジア側の方にあるちょっと落ち着いた街並みになります。ブティックで2200トルコリラで購入しました。でもちろんね、旅先なんで全然こんな服買うなんてつもりなかったんですよ。たまたま歩いてた時にパッて見た時にめっちゃ可愛いコートあると思って試着したら、いや色本当に綺麗と思って、どうしよう買っちゃうみたいな。でも絶対高いよなと思って値段聞いたら2200トルコリラですって言われて、1万円ぐらい買えるなみたいな感じで、ディスカウントできますかみたいな聞いてたら、違う、2400トルコリラって言われたのか。で現金だったら2200トルコリラにしてあげるよって言われてキャッシュにしましためちゃくちゃ良くないですか？私本当にこういう色味のコート欲しかったんですよ。綺麗ですよね、色が本当に鮮やかで、なんかちょっと服ダサくてもいいんじゃないみたいなこれさえ言っとけばなんかちょっとおしゃれに見えるのではないかみたいな思ってます。はい、以上、クズグンチュクで購入した可愛いコートでした。続いては、マグネットです。じゃーん、イスタンブール、トルコでもですね、やっぱりお部屋に飾るものなんか欲しいなと思ってたんですけど、マグネットにしました。アヤソフィアとスルタンアフメトモスクがこうやってね、それぞれにあるんです。これはね、50トルコリラだったのかな。だいたいイスタンブールで買うと30から50ぐらいの間ですね。で、値段相にクオリティが変わるっていう感じですね。これちょっと玄関とかにね、飾ろうかななんて思ってます。以上、イスタンブールで購入したマグネットです。続いてはナッツやお茶類です。これはですね、私はエジプシャンバザールを抜けてスレイマニエモスクに向かう道のりの路面店で購入したものです。皆さんやっぱりバザールとか行った時によく見て、そこでね購入される方も多いのではないかなと思うんですけど、やっぱりバザールってめちゃくちゃ高いんですよね。だいたい1キロあたりの値段でテープ貼ってあるんですね。桁がもう0、1個違うっていう感じなんですよ。こういう紅茶とかってエジプシャンバザールとかだと1キロあたり2000から4000トルコリラみたいな感じが書かれてるんですけど、私が買ったお店だと200から400とかの表記になるんで、本当に0、1個違う。マックスだと本当10分の1ぐらい違うんじゃないかな。そこまでいかなくても3分の1、5分の1とかで買えるぐらいの価格帯になります。バザールも見たいけど、でもできれば安く買いたいなっていう方は、バザールでまずはいろいろ見て、価格帯っていうのを把握した上で、離れた街のお店とかで安く買うっていうのが、賢い買い物の仕方かなと思います。で、私はこのお茶 200g。これはね、ザクロのお茶ですね。すっごい美味しいんです。これも 100g かな ?100 か 200g です。で、あとはもうこれ結構ね、帰ってきてから食べ進めちゃったんですけど、ミックスナッツ、ピスタチオ、くるみ。で、これの5種類買って330トルコリラでしたね。エジプシャンバザールとかだとこれが多分、だから0、1個増えちゃう。で、もっとプラス選ぶものにやったらもっと高いかなっていう感じになるので、すごい安く買いました。カード決済も OK でした。一応お店の名前とかここら辺にね、載せとこうかと思います。で、ここはドライフルーツもあるし、もちろんナッツがあって、お茶があって、ドライフルーツ。あとはターキッシュディライト売ってます。安く買い物したい方はそういうところでまとめて買うのがいいんじゃないかなって思います。以上、路面店で購入したお茶とナッツ類になります。続いてはですね、スーパーなどで購入したお菓子だったり食品類。まずはですね、これスープなんですけど、花嫁のスープって呼ばれるトルコのエゾゲリンスープ。またこれはメジメッキスープかな。これね、日本のトルコ料理屋さんで飲んだ時に私うまいと思って自分でお家で作るぐらい大好きなエゾゲリンスープなんですけど、これさっと飲みたい時に超いいじゃんと思ってちょっと試しに購入してみました。で、あとはターキッシュディライトとかお菓子類もね、本当は買って帰りたかったんですけど、さすがにもうリュックの中入れられないなって思ったんで、お菓子類はなんかちょうどロクムっていうのを見つけたんでスーパーで購入してみました。はい。ただロクムがターキッシュディライトなのかどうかはそこら辺の違いがいう細かく分かってないんですよ。ハルバ、ロクム、
ターキッシュディライトね、分かってないんですけど、あとはやっぱお茶がトルコとかは有名ですので、なんかおしゃれな見た目の紅茶を買いました。あとはね、ブルサは栗の甘露煮みたいな栗のお菓子がすごい有名らしいので、ちょっとこういうちっちゃめのサイズをね買ってみました。これで150トルコリラだったかな。これいくらだったっけな、数百円ぐらいで買えたと思いますね。以上がスーパーなので購入したこういうスープ類やお菓子類になります。最後はですね、ドラッグストアで買ったボディーソープ類です。なんでそんなに買っとんねんっていう感じだと思うんですけど、海外のボディーソープって日本と違ってやっぱなんか香りが強めなんですよね。あとは日本にないような香りのものとかがあるので、なんか気分転換とかにね使うのが好きで、これもねジャケ買いしたんですよ。じゃん、可愛くない？ジンジャーブレッド&クッキーズ。でもこんなんないでしょ日本で。あとはこれはね、バニラシュガー&シナモン。ホリデーシーズン限定商品だったっぽいです。あとはこれがザクロの香りらしいです。なんかトルコっぽくていいなと思いました。あとはパケ買い、ジャケ買いした可愛くない？これなんか使い終わってもなんか飾っておきたくなるような可愛さ。セールになってたんですよ。半額以下ぐらいに全部の商品安くなってたんで、店先のところにこうインディリムってめっちゃ書いてあったんですよ。でインディリムっていうのは値引きって意味なんですけど、トルコ語で要するにセールみたいな感じですね。インディリムって書いてあると、あ、このお店今セール期間のお店なんだなってわかるんじゃないかなっていうのがプチ知識としてお届けしますけど、これが1個50トルコリラとかだったんですよ。でこれね20トルコリラ、多分これがねちょっとでこうやったかめ70トルコリラとかだった気がします。日用品をねわざわざ海外でなかなか買うことってないと思うけど、なんか生活の中にこうやってなんかあるとテンションも上がるし、また日本ではなかなかねないようなめっちゃいい香り、めっちゃいい甘い香りするんですよ。なんかこんなの日本でなかなかない。あ、これ超スパイシーな、ジンジャーだから。以上がパッケージも可愛いトルコのボディーソープたちでした。おまけになるんですけど、トランジットで半日ぐらいで観光したアブダビ空港で買ったものですね。マグネットです。何買おうかなって悩んだんですけど、結局お金も結構いろいろ使っちゃってたんで、安いやつで何かとか思ってたんで、これね15ディルハムですね。あとは去年ドバイも行ってるんで、ドバイのやつも買っちゃいました。ドバイとアブダビ、これ可愛いですよね。以上がエジプト、トルコ、アブダビで購入した商品になります。以上の紹介になります。今回はですね、買った値段だったり、値段交渉の時に使った現地の言葉だったり、こういう感じで買い物するといいよっていうのをなるべく皆さんに分かりやすいように伝えたつもりではあるんですが、気になったこと、わからないことあったら、私の答えられる範囲で答えたいと思うので、コメントや感想いただけると嬉しいです。何か皆さんのね、旅行に役立つ情報になったらいいなと思います。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメント、チャンネル登録などよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。